皆さん、こんにちは。テック&テイルズがお送りします。今回は、スマホ加速度データの活用シリーズの第3弾として、前回に続き必要な区間データの抽出方法について解説していきます。本日のアジェンダです。まず、前回までの振り返りとして、データの読み込みからフィルター処理、並活化までの流れを確認します。その上で、今回のメインテーマである、IPuJets を用いたインタラクティブな機能の実装に入ります。具体的には、スライダーを使ってグラフの表示範囲を動的に操作し、分析したい区間を直感的に選択する方法を学びます。最後に、選択した範囲のデータを CSV ファイルとして保存し、その区間の平均や標準偏差といった基本統計量を算出するところまで進めていきます。それでは、前回までの流れを振り返りましょう。まず、Physics2Locox センサースイートアプリで取得したデータを読み込み、ノイズを除去するために、バンドパスフィルターをかけ、さらにデータの傾向を見やすくするために、移動平均グラフを作成するというプロセスを構築してきました。今回分析に使用するデータについて改めて説明します。データ取得には、無料アプリの Physics2Locox センサースイートを使用しています。これはスマートフォンのセンサーデータを手軽に記録し、CSV 出力できる便利なツールです。今回は、このアプリ内の GFOS メーター、または線形加速度計と呼ばれる機能を使って取得したデータを使用します。データの形式についてです。アプリから出力されるデータは CSV 形式で、1行目にサンプリング周波数、2行目に項目名、3行目以降に実際の測定値が記録されています。このファイルをGoogle コラボなどの分析環境にアップロードして準備を整えます。こちらはコラボ環境にアップロードした CSV ファイルを読み込む画面です。プログラムを実行するとファイルリストが表示され、対象のファイル番号を入力することで、データをデータフレームとして読み込めるようになっています。下部に表示されているのが、読み込まれた正の加速度データのグラフです。次に、ノイズ除去のためのバンドパスフィルターを適用します。ここでは人間の動作分析に適した 0.5Hz から 20Hz の周波数帯を通す設定にしています。グラフを見ると、先ほどの生データに比べて波形のブレが軽減されていることがわかります。さらに、データの全体的な傾向をつかむために移動平均を計算します。このコードでは移動平均の項数窓の大きさを任意に入力できるようにしており、ここでは33項で計算しています。赤い線で描画されているのが移動平均線で、細かい変動が鳴らされ、動作の大きなうねりが可視化されています。さて、ここからが今回の新しいトピックです。区間選択表示機能を追加します。長時間の計測データの中から分析したい特定の動作、例えば、椅子から立ち上がる瞬間だけを切り出したい場合があります。図のように、グラフを見ながらスライダーで直感的に、ここからここまで、という選択区間を指定できる機能を作っていきます。実装には Python のライブラリー、IPuJets を使用します。まずは簡単なサイン波のグラフを使って、スライダーで表示範囲を変える仕組みを理解しましょう。画面上部の青いスライダーを動かすことで、X 軸の範囲をインタラクティブに変更できるようになります。実際のコードを見ていきます。まず、IPuJets をインポートします。そして、スライダーウィジェットを作成する部分では、フロートレンジスライダーという関数を使います。ここで、スライダーの最小値、最大値、ステップ幅などを設定しています。次に、スライダーを動かした時にグラフを書き換える、更新関数を定義します。スライダーから新しい範囲の値最小値と最大値を受け取り、グラフの X 軸の表示範囲クリムを更新して、再描画するという処理を行っています。そして、作成したスライダーと更新関数を紐付けます。オブザーブというメソッドを使うことで、スライダーの値が変化した瞬間に、先ほどの関数が実行されるようになります。最後にディスプレイコマンドで画面に表示させます。では、この機能を実際の加速度データ TGF に適用してみましょう。実行画面がこちらです。グラフの上にスライダーが表示され、これを動かすことで、
特定の部分を拡大して表示できるようになりました。加速度データ用のコード詳細です。まず、フィルター済みの加速度データフィルタード TGF と、その移動平均のデータをプロットしてグラフの土台を作成します。続いて、グラフのタイトルや軸ラベルを設定し、グリッド線や判例を表示させて、見やすいグラフに整えます。初期状態では、データの全期間が表示されるように X 軸の範囲を設定しておきます。スライダーの作成部分です。データの時間の最小値と最大値を取得し、それをスライダーの全範囲として設定します。これにより、計測データの最初から最後までをスライダーで操作できるようになります。スライダーを動かした時の更新処理です。画面のちらつきを抑えるためにアウトプットウィジェットを使用しているのがポイントです。スライダーの値が変わるたびに、グラフの X 軸の範囲を更新して再描画します。最後に、スライダーと更新関数をリンクさせ、画面に表示します。これで、加速度データのグラフを自由自在に拡大縮小できるインターフェースが完成しました。分析したい区間が決まったら、そのデータを保存しましょう。このコードでは、ユーザーに保存する CSV ファイルの名前を入力させます。もし入力がなければ、デフォルトの名前で保存するように設定しています。保存処理の本体です。ファイルには、後で何のデータかわかるようにコメント行を追加できるようにしています。to_CSV コマンドを使って、スライダーで選択されている範囲のデータだけを新しい CSV ファイルとして書き出します。これで、必要な動作データだけのファイルが完成します。最後に、選択した区間のデータの特性を確認します。表示されているグラフの範囲 X 軸の範囲を取得し、その範囲に含まれるデータについて、平均値、標準偏差、最大値、最小値などの記述統計量を一括で計算して表示します。表を見ると、データ数カウントや平均ミーン、標準偏差 STD などが確認でき、その動作の特徴を数値で把握できます。それでは実際に Google コラボの方で、プログラムを実行してみたいと思います。まず、ファイルセクションの方にデータをアップロードします。そして、データを選択しますね。これで実行して、例えば、3番のデータを選択してみましょう。3番。そしてデータが読み込まれて、このようにグラフが表示されます。次にバンドパスを適用します。そしてこれで、だいたい0の方に収束しますね。そして移動平均を計算します。ここで例えば33項の移動平均という形で入れると、このような形で33項移動平均が求まるというのがですね、前回まで行ったところです。で、今回は対話型でプロットの一括処理ですね。これをこういうふうな形でプログラムを今回作りました。それではこれを実行してみましょう。そうすると、こういう形で先ほどのグラフが表示されましたね。で、ここで選択できるようになります。区間を選択する。そうすると、こういう形で選択領域をここで表示できるようになりました。本日のまとめです。今回は、データ分析の精度を高めるための前処理プロセスを確立しました。具体的には、バンドパスフィルターと移動平均でノイズを除去し、IPUJETs を使って直感的に必要なデータの区間を選択できるようにしました。さらに、その区間データを抽出して保存し、統計量によって即座にデータ特性を確認できる仕組みを構築しました。これにより、一連の計測データから、必要な動作区間のみを高品質な状態で取り出し、より詳細な分析へとつなげる準備が整いました。